H ニュースチャンネルへようこそ。安全で幸せな1日を。皆さん、こんにちは。ボソは毎年焼香を行っています。台湾の白沙屯で行われるボソの焼香儀式はさらに特別です。行列や電子フロートの賑やかな光景は見えず、賑やかな台湾の音楽も聞こえません。台湾の国として登録されています。重要無形文化活動資産であり、台湾で最も重要な民族行事の一つです。信者たちはボソ廟を内栗から北港までの300キロ以上を徒歩で運びます。終点は北港朝雨宮だが、途中で何が起こるかは全く不明。セダンチェアの持ち手は、セダンチェアの揺れに協力するために、セダンチェアを保持し、主観的な意識を手放すことしかできないため、それは予測可能です。したがって、セダンチェアが幹線道路に行くのか、それとも尾根道に行くのかは誰にも予測できません。次のルートはすべてボソが決める。道を歩む信者たちは、お互いを助けるための無私な努力を脇に置くでしょう。あなたが想像していた巡礼とは明らかに違いますが、なぜボソが北港まで祈祷に行かなければならないのか気になるかもしれません。そして、なぜ一部の人はボソと呼ぶのでしょうか？おば、2番目の母親、3番目の母親？最高でも6馬です。この部分について今日はお話しします。それについて話す前に、ボソに関連した超自然的な話を2つお話ししなければなりません。物語はスーパーナチュラルコミューンのものです。超常的なポイントはそれほど多くありませんが、すべてが神秘的で非常に興味深いです。次の話では一人称で語ります。私はもともと何も信じない人間でした。信じられないようなことがたくさん起こり、多くの問題を解決するために友人から寺院を紹介されて初めて私は敬虔な同志になりました。目に見えない存在に戸惑うこともよくありました。部屋には多少敏感な無害なルームメイトも何人かいます。私は出身が天の聖母を祀る某宮殿寺院によく行きます。聖母はしばしば私が問題を解決するのを助けてくれます。2018年8月、大学の夏休みで家族で海外旅行に行きました。アオジェ旅行の3日目の夜、私は夢を見ました。夢の中で私は宮殿に入りました。中にはおじさんがいて、私を隣の椅子に連れて行って座りました。夢の中でとても怖かったです。私は震え始めました。何が怖いのか全くわかりませんでした。それからおじは私が落ち着くように助け始めました。その後、何とも言えないほど体が楽になった気がしました。教えてください。今私に取り憑いた幽霊、彼の恐ろしい感情が私に影響を与えた。だから私は怖かったのです。私は老人に礼を言って宮殿を後にした。お寺を出るとすぐに右手から霧が立ち込めてきました。雲と霧の中から最初に出てきたのは平べったいセダンを肩に担いだ牙を持った赤と緑の怪物だった。セダンの後ろには古代の兵士の一団が乗せており、その上にはピンクのチャイナドレスを着た美しい女性の夢がひざまずいて座っていた。私は手を挙げて彼を指さし、あなたは誰ですか？と尋ねました。その時、2匹の怪物とその後ろにいた兵士たちが私の無礼を大声で叱責し始めました。しかし、1秒も経たないうちに、私はその女性がセダンの椅子に座っているのを見て、聴衆全体を見つめました。皆が静かになった後、彼は話した。最近あなたが目に見えない存在にいつも追われている理由を話しに来ました。あなたの特別な体格と、あなたの家神の武器がこれらの存在に奪われ、あなたを守る方法がないためです。それがあなたがこれらの幽霊に悩まされている理由です。すると兵士たちは突然2つの武器を取り出した。一つは赤道、もう一つは七世間でした。私は自分の家族が赤星帝と先天神を崇拝しているのではないかと心の中で思っていました。それは彼らの武器なのだろうか？奪われてしまったのでしょうか？不思議に思っていると、セダンに乗っていた女性があなたの石像の武器を交換する必要があることを
あなたの一族の神々に伝えるつもりです、と言いました。これで終わりかと思いましたが、その女性はもう一度言いました。弟子よ、あなたの健康状態はあまり良くありません。あなたには陽寿しかありません。30歳になった彼は、さらに数踏みを加えて、この映像を思い出として心に留めておいてください、と語った。その後、私は向きを変え、ずっと泣きながら家に向かって走り始めました。私は両親を見つけて泣き始めました。私は惨めに泣きながら何が起こったのかを彼らに話しました。この時、私は夢から目覚めました。この夢があまりにも現実的だったので、枕の側面も顔も濡れていることに気づきました。中国に帰国後、もちろんお寺に行って聖母にお願いしました。私はを投げて尋ねました。聖母様、私の夢の中の女性が誰であるか知っていますか？笑い。私はそれについて考えました。聖母はなぜ微笑むのでしょうか？突然、夢の中の女性が聖母であるはずがないことに気づきました。疑問符？私はその瞬間唖然としました。私は完全に言葉を失いました。夢の中の女神が聖母だと知ってから、引き続き夢の内容を聞きたかったのですが、聖母は私に話そうとしませんでした。代わりに、彼女は私にその夢について考えてほしいと言いました。まだわかりません。この夢の予言は当たるのか、それとも嘘なのか？なぜなら、私はまだ20歳ですが、彼は30歳までしか生きられないと言いましたが、聖母がそう言うだろうと知っているので心配していません。目の前の命と美しさを大切にする理由があるはずです。それは私です。現時点での唯一の目標は、多くの人が信仰は迷信であり、人々は啓発されていないと言うだろう。しかし、それは人々に希望をもたらし、人々に前向きなエネルギーをもたらす善意です。例えば、次の話は約5年前、白砂トンのボソが北港から帰ってきた時の話です。明らかに到着すると、その夜は巡礼気分で明らかに行き、白砂トンでボソを追ってきた友人たちにも飲み物を持って行きました。私が現場に到着した時、ボソのセダンチアが地元の小学校に食事のために立ち寄ったことを今でも覚えています。私の友人はたまたま小学校前の民家の中庭に座って休んでいました。私たちが現場に到着した時、友人は私がステレオカーを運転していることを知っていたので、現場で白砂トンボソに関する曲を流さないかと単純に誘ってくれました。それから間もなく、ボソのセダンチェアが再びやってきた。目の前で鳴り響くゴングの音に従って、私は車を走らせた。伝説のボソセダンチェアをこんなに近くで見たのは初めてでした。とても感動しました。彼女は目に涙を浮かべながら、無意識に手を握り合ってひざまずいた。その後、ルアンのセダンチアが奇跡的に私たちの目の前で中央分離島を越え、向かいの家まで走って私たちを祝福してくれました。ちょうど向かいの家でボソのセダンチアがまだ揺れていた時、それはたまたまその家だった。女性は車椅子に乗った老婦人を押して奇跡的だったと話した。ボソは何かを感じたようで振り返り、老婆に駆け寄り、セダンを頭の上に乗せて祝福しました。私たちはまだその場でひざまずいていました。義母の頭が揺れるのを目撃した後、ボソセダンは突然私の車の後ろで止まり、動きを止めました。友達も私も完全に混乱していました。文化団体のベストを着た若い女性が慌ててこう質問した。それは誰のトロリーですか？私は急いで立ち上がって、それは私のです、と言いました。後で彼は実際に私に、急いで車に乗ってください。ボソがあなたの車の後ろで音楽を聴きたいと言っています。と言いました。私は嬉しくて、顔を輝かせて彼に、本当ですか？と尋ねました。私にこの名誉があるでしょうか？彼は微笑んでうなずいた。帰り道は時間が経つのが気になりませんでした。途中で何曲か演奏しました。白砂トンボソ専用曲。明らかしへ向かう途中、突然この白砂トンボソの賛美歌が頭に浮かびました。ドラの音はさらに速くなりました。
細いよりのセダンの椅子がこのように叫び始めたので、あなたは少し速度を上げて運転します。それを聞いて私はスピードを上げ始めた。ボソロセダンの椅子の速度がわずかに遅くなったのは、曲が演奏された後でした。歌い終わった後、この曲はとても軽くて、そんなに悲しくない曲だと思いました。次の曲、もう一度演奏します。その結果、ハート・オブ・ザ・ホーリー・マザーという曲が誕生しました。ボソの運命の後、私は再び押し返しました。ベイシャタ・マズーヒムへの再生を続けます。でも、10秒ほど演奏した後、またゴングの音が切迫しましたね。いや、ボソセダンは再び突進し始めた。文化グループの若い女性が息を切らして私の車に駆け寄り、こう言いました。待って、待って、ぜいぜいして、お兄さん、教えてください。この曲は祖母が旅行中に使っていた曲です。彼女はそれを気軽にプレイすることができなかった。私はそれ以上質問する勇気はなく、直接答えました。ごめんなさい。ルールがわかりません。ごめんなさい。ごめんなさい。それからすぐに次の曲に移りました。プレイしてみると、なんだか不思議な感じがしました。ボソセダンの椅子は再び本当に速度を落としました。正直に言うと、途中で車を運転していても、道の両側のほぼすべての家がこの白サトンのボソおばあちゃんを祀るために香炉を設置しているのを見ました。松葉杖をついた老人も見かけましたし、子供を抱えてひざまずいて私を待っている母親もたくさんいました。しかも、皆さんの顔は、ただ楽しいというだけではなく、一見して見えるものを見つめているのがわかりました。透けて見える経験で、誠実な顔は、とてもポジティブなエネルギーです。謙遜はありません。これは良い文化です。では、一体なぜボソは、礼拝のために北港に行かなければならないのでしょうか？次に、北港朝雨宮を最も簡単な方法で紹介します。西暦1694年の後期33年に創業された万年香炉があります。それ以来、香炉の火を消すことはありませんでした。神々の霊的な力も表します。アニメのドラゴンボールやハンターナルトのように、火はそれを通過することができます。練習を通じて、または他人のエネルギーを通じて、それを獲得し、自分自身のエネルギーをより強力にすることができます。ただし、温度には常に上限がありますなので、ブランチを作成します。会社を使って説明する場合、それは支店を意味します。北港朝雨宮は創始者を表します。つまり、会社の経営がとても順調で、上司もとても有能なので、この会社に入りたいと思う人もいるでしょう。入会後はお香と霊力を得ることができ、分家や寺院を作ることになりますが、時間がかかります。霊力が枯渇した場合は、本社の北港朝雨宮に戻って霊力を補充し、本社の霊力を強化するために業績報告書を提出する必要があります。もちろん、精神が分裂しているということはそうではないと言いたい人もいるだろう。クローン技術？これはまだ同じ神であるはずです。なぜ視点として説明されるのでしょうか？実際、すべての神は人間界の代弁者によって天の神々に伝えられなければなりません。神々の像も同様です。すべての神々の像には代弁者がいて、様々な人々を代表しています。この人たちは皆、良いことをしてきた人たちです。全校の皆さん、私たちがかつて話した裏社会の話を覚えていますか？だからこそ、天国の秘密は明らかにされないのです。地獄で誰が一番大きいかというエピソードで、善行を積んだ人は第一宮殿に行くと言いました。畑博王はあなたを金の橋を西の天国まで護衛するために衛兵を派遣します。西天に行った後は、特定の天に配属される場合があります。神様は天国で物流の仕事をしてくれるかもしれません。地上に降りて神の像の中に入ることを命じられれば、あなたは神々の代弁者となり、人々の日々の指示を記録し、その記録を天上の兵隊要員に渡すことになる。物流には自分がどれだけの功績を残したかなど、標準的な判断方法があります。
それで別れを告げたいというあなたの要求に同意すべきでしょうか？それでは、バイバイ。広報担当者には実績がありますが、功績が足りず、十分な努力をしなければ、望むものは決して得られません。したがって、もっと手に入れたい場合は、当然、お金を払えばもっと欲しくなるでしょう。さらに特殊な事情がある場合には、どちらの功績が大きいか、因果関係があるかは、神が自ら判断する。神様も夢の中に入ってきて状況を知らせてくれます。では、一体なぜボソは長母、第二母、第三母に分かれているのでしょうか？長女の母親であろうと、2番目の母親であろうと、3番目の母親であろうと、彼らは皆、天の聖母であるリンモーニアンとして知られています。実際、彼女の本名はリンモーニアンです。これは女性の称号というだけで、現代ではミスリンモーまたはシスターリンモーとも呼ばれます。実際、それは上で述べた通りです。作業をさらに細かく分割するだけです。結局のところ、寺院が大きくなり、信者の数が増えるにつれて、ボソはより多くの仕事をすることになります。例えば、おばさんの像をツアーに招待した場合、寺院にはボソは存在しません。あなたが担当していますか？したがって、通常、寺院には2番目のボソ像が彫刻されています。その後、ボソへの信仰は6つのボソのカテゴリーに進化し、それぞれに独自の特徴がありました。それぞれのタスクと特性。おばは正式な代表者のようなものです。彼女は最高の地位を持っており、天と直接交信することができます。彼女は各ボソの頭であり、非常に慈悲深い人です。おばが正式な代表者であるため、通常の家事やボソ間の争いは2番目の母親が処理します。2番目の母親は会社の部長です。様々な神々の問題に対処する責任があるため、彼女はより荘厳です。第3の母親は、信者のカルマや様々な困難で複雑な病気に対処しなければなりません。人々の中に紛れ込んでいる魔物を捕まえなければならないので、3代目の母親がその力を発揮する場面が見られそうだ。彼は非常に勇敢で悪に嫉妬し、石聖皇帝のように正義で畏怖の念を抱かせるので、3番目の母親は最も有名で最も裕福です。4番目の母親は賢明で読書をします。ボソは名声を求め、記事、数秘術、名前を求めます。4番目の母親は文学的素養を持っています。4人目の母親は企画力と執筆力に優れています。彼は天文学と地理を知っています。彼は信者が疑問を解決し、運命を変えるのを助けることができます。経済的に問題がある場合は、銃もに一匹ことができます。金融投資や経営を専門に扱う呉服の神のような存在です。リューマーは誰よりも活発で挨拶が上手です。一般的に店を開いてビジネスをしている人は訴訟を起こしているかどうかをリューマに尋ねることができます。また、ボスの顔は黒、赤、ピンク、金、白の5つの肌の色に分けることができます。ボスの顔が黒いのは顔が線香でいぶされているからだという人もいます。信者たちはまた黒い顔のボソが特に強力であると信じています。黒い顔のボソの方が凶暴なので、悪霊を殺したり、ボソを捕まえたりする処刑が行われるからだという人もいます。ターズはもっと激しいです。赤い顔のボソは幸福と縁起を表します。一般に赤い顔のボソはお祝いの席に招待されます。ピンク色の顔のボソは私たち一般人の肌と同じようにピンク色で柔らかいです。これは、ボソが仙人になる前の人間としての姿を象徴しています。カラスライには昔、黒い顔のボソを祀る天候宮がありました。それがある日突然、ピンク色の顔のボソ廟に変わり、神として認められるようになったのです。トレイルの終点で黄金の顔のボソ像が盗まれていたことを知りました。ボソは荘厳さを表現するために黄金の体を持っていました。台湾では、宝庫県大南市にある大天公宮だけが黄金の体を持つボソを祀っています。これをインターネットで見ました。他にもありますか？視聴者の方はぜひ追加してください。
白い顔のボソは中国や日本から来たもので、比較的珍しい。先週ボソ号が海を渡って台湾に向かうとき、船室では昼も夜も線香が焚かれていたという人もいます。その結果、台湾に到着すると白い顔のボソが黒い顔のボソになり、黒い顔のボソは黒い顔のボソとなった。彼女は台湾独特のボソです。ボソの影響は過去には皇帝にも影響を与えました。皇帝はボソにも多くの称号を与えました。その中で成文宗皇帝が与えた称号はこんな感じです。ボソのアイコンの顔の色は異なりますが、ボソは子供たちを愛し、守ります。人々の心も同じです。結局のところ、神の憐れみはすでに目に見える限界を超えています。今日の話はここまでです。次回は第三王子のお話ですからまた次回。